16歳の誕生日の朝、母に起こされ、僕は旅立ちの報告をするためにお城に向かった。かつて大国だったアリア藩は小さな国になってしまったが、それでも人々は幸せな日々を送っていた。ところが突然現れた魔王バラモスによってその平和も打ち砕かれた。僕の父オルテガは世界の平和を取り戻すためにバラモス討伐の旅に出たが、火山に落ちて消息を絶ったそうだ。その時王様も国民も大いに落胆したけど、母は私たちの子供がきっと意志を継いでくれるでしょうと言ったと聞いている。そして十数年の月日が経ち、今日旅立ちの日を迎えた。お城に着くと王様からねぎらいの言葉があり、支度金を受け取った。そして共に冒険する仲間を求めてルイーダの酒場へと向かった。僕は期待に胸を膨らませ、酒場の扉を開いた。いろんな冒険者と交渉した結果、僧侶のリリアさん、商人のハンさん、遊び人のララさんが共に旅をしてくれることになった。そして僕は仲間と冒険の旅に出た。馴染みの塔では盗賊の鍵、レーベの村では魔法の玉を手に入れて冒険を進め、いざないの洞窟の奥で奇妙な渦を巻く床を発見した。これが旅の扉か、リリアさんがつぶやいた。みんなで顔を見合わせ旅の扉に飛び込んだ。視界が歪んでいき、気がつくと先ほどとは全く違う部屋にいた。部屋から出ると目の前には草原が広がり、遠くにアリア藩ではない城が建っているのが見えた。盗賊カンダタ。遠くに見えた城はロマリア城だった。お城まで行くとその広さと活気に圧倒された。賑やかな商店や強力な武器防具、大きな宿屋、そして闘技場。アリア藩では見られなかったものが数多くあった。そんな中、ロマリア王から盗賊に盗まれた金の冠を取り戻してほしいと頼まれた。そこで僕らは盗賊が根城にしているという塔へと向かった。塔の最上階で盗賊を見つけたが、罠にかかって逃げられそうになってしまった。しかしなんとか追いついて盗賊を懲らしめ、金の冠を取り戻した。盗賊のカンダタはしつこく命乞いをしてきたので、根負けし見逃してやることにした。金の冠をロマリア王へ返すと大変喜んで、王の位を譲ってくれると言ってくれた。でも僕にはすべきことがある。丁寧に断り、僕らはロマリアを旅立った。エルフの呪い。奇妙なことにその村の住人たちは皆眠っていた。村で唯一起きていた老人に話を聞くと、エルフの呪いだという。エルフの隠れ里に行き、女王に理由を聞くと、娘のアンと村の青年が里の宝を持って駆け落ちをしたという。女王は娘が人間に騙されたと怒っていて、その罰として村に呪いをかけたということだった。僕らが西の洞窟に行くと、そこにはエルフの宝、夢見るルビーと娘から女王に宛てた手紙が残されていた。お母様、先立つ不幸をお許しください。エルフと人間、この世で許されぬ愛なら、せめて天国で一緒になります。そう書かれた手紙を女王に渡すと、彼女は自らの行いを悔やみ、目覚めの粉をくれた。こうして僕らはノアニールの村にかかった呪いを解くことができた。パフパフした日。アッサラームにはパフパフ屋があった。僕は宿屋を抜け出し、一人で夜の街を歩いていると、パフパフに誘われた。ついていくと、そこはベッドが一つ置いてある狭い部屋だった。そして明かりを消していいか聞かれた。パフパフ、パフパフ。これは。どうだ、坊主。わしのパフパフはいいだろう。明かりがつくと目の前にいかつい男がいた。私のお父さんよ、パフパフがとっても上手なの。どう、肩こりが治ったでしょう。また来てね。そう言われて、僕は宿屋に戻った。翌日パーティーで話し合いがあった。店を持ちたい商人のハンはアッサラームに残りたいと言い、
ピラミッドに眠る武器を探している舞踏家のマオが同行したいとのことだった。話し合いの結果、ハンと別れ、マオが仲間に加わることになった。別れを惜しみながらも、僕たちは砂漠へ向けて旅立った。ピラミッドの惨劇。冒険を進めるには魔法の鍵が必要だった。魔法の鍵を求め僕たちはピラミッドにやってきた。ピラミッドはとにかく難解な迷路となっていて、まともに最上階を目指すだけでも一苦労だった。イシスで聞いたわらべ歌に隠されていた謎を解き、ピラミッドの3階にたどり着くと、魔法の鍵を手に入れることができた。そして帰り道の通路で地下に進む階段を見つけた。舞踏家のマオが探している宝があるかもしれないと、僕らは地下深くに進み、棺にしまわれた黄金の爪を見つけた。マオが吸い寄せられるように黄金の爪を手に取ると、返せという不気味な声が響き渡った。そしてあちこちの通路から大量のミイラ男やマミーが押し寄せてきた。魔法が使えず、倒しても倒しても押し寄せてくるモンスターに黄金の爪を諦め、ボロボロになってピラミッドを脱出した僕らはイシスの町に戻るのだった。海を越えて。海を渡るには船が必要だった。ポルトガ王に謁見すると、東の果てに売っている黒胡椒を持ってくれば船をくれると約束してくれた。東の果てのバハラタの町へ行くと、黒胡椒屋は休業していた。それは店主グプタの婚約者が盗賊にさらわれてしまったためだった。盗賊のアジトに乗り込もうとするグプタの後を追って僕らも乗り込んでみると、そこにいた盗賊たちの格好に見覚えがあった。ロマリアで懲らしめたカンダタ一味だった。カンダタを再び懲らしめ、グプタとその婚約者を助け出した。カンダタは今度こそ改心するとしつこく言ってきたので、また見逃すことにした。そしてグプタから黒胡椒を譲ってもらった。ポルトガに戻り王様に黒胡椒を渡すと、約束通りの立派な船を譲ってくれた。僕らはこの船でさらなる冒険へと漕ぎ出していった。ある日、自らの職業を変えられるというダーマ神殿へたどり着いた。そこでガルナの塔で手に入れた悟りの書を使ってリリアが賢者に転職した。そしてなんと遊び人のララは悟りの書なしに賢者に転職した。ところが格好は変わらなかった。理由を聞いたら、こっちの方が可愛いからと言っていた。そして旅を続けていたある日、レイアムランドという島にたどり着いた。そこにあった祠には不思議な双子がいて、大きな卵を守っていた。世界に散らばる6つのオーブを集めると伝説の不死鳥がよみがえるらしい。幸いここまでの冒険で海賊の家とランシールにあった2つのオーブを見つけていた。僕たちはオーブを求めて世界中を旅することになったが、マオは別の目的があると言い、ここで別れることになった。